新エヴァンゲリオンとは、2021年に公開されたエヴァンゲリオン新劇場版4部作の完結編です。今回はその新エヴァンゲリオンのラストシーンに登場する山口県にある宇部新川駅を埼玉から目指します。おはようございます。現在2025年11月某日。時刻は午後9時30分です。今回の旅の要点はこんな感じです。期間は職場で年一で取れる最大の休み9連休を活用します。ルートは一応こんな感じで考えています。しかし実際、観光や休憩でどれくらい時間がかかるか不明なので、都度修正していくつもりです。宿は現状、すべて快活クラブの予定です。マネー的な都合もありますが、場所の変更がしやすいように、どこにでもあって飛び込みで泊まれる快活クラブがやはり都合がいいので、ただ快活クラブ泊は何度も経験ありますが、そんなにしっかり休めないので、体力が持つかちと不安です。最後に帰路についてですが、山口県をツーリングした後、九州に渡り、新門司港からフェリーで横須賀まで戻る予定です。一度バイクとフェリーに乗ってみたかったので楽しみです。フェリーは移動にほぼ1日かかるので予約は8日目に取っていますが、日程には余裕があるので早く終えられそうなら前倒しで帰ります。初日の今日はひとまず浜松まで向かいます。気温は10度弱、しっかり着込んでいるので最初のうちは深夜の高速をぶっ飛ばしても快適でしたが、やはり長時間走っていると冷えてきます。サービスエリアでちょくちょく休憩していたのですが、ここでプチトラブルが発覚。寒さ対策の秘密兵器として、バイクから電源を取るタイプの電熱タイツを用意していたのですが、いつもシート横に出している電源コードがなぜか見当たらず、このツーリング中一度も使うことができませんでした。実はこのツーリング直前にバイク屋さんで点検を受けたのですが、スタッフさんが内部の4次元空間に収納してしまったようで、サービスエリアでシートを外し、プルプルしながら探しましたが、見つけることができませんでした。ちょっと寒いのは我慢でしたが、実際メンテのおかげでバイクはとても快調。見知らぬ高速を走る高揚感もあってとても楽しかったです。ずっと楽しみにしていた宇部新川駅を目指すツーリング。これからどんな旅になるのかワクワクが止まりません。日付が変わり、午前2時10分、浜松の快活クラブに到着。まだまだ始まったばかりのツーリング。はるか遠くの山口までたどり着けるか不安もありますが、ひとまずは2日目に備え、おやすみなさい。おはようございます。こちらの快活クラブに6時間滞在し、料金は1760円でした。本当は個室ブースが良かったのですが、なんとすべて埋まっており、パーティションで区切られた普通のブースで仮眠しました。埼玉だと週末でも埋まってることは経験なかったので意外でした。本日は姫路まで行き、城やら町やらを観光予定。ノー休憩で行けば12時過ぎに着けますが、朝飯も食べてないので、どこかのサービスエリアで地元グルメを食べたいと思います。本日も秋晴れ、空気がひんやりしていて、走っていてスカッとします。伊勢湾岸自動車道の
名工トリトンと呼ばれる一帯に突入。事前知識がなかったのですが、ここの景色、広大な港湾施設などが一望でき、圧巻です。その後、大津サービスエリアで休憩。できれば見たいと思っていた琵琶湖を展望できました。このサービスエリア、すごく設備が充実していて、なんと24時間利用できる休憩所があり、漫画も大量に置いてありました。バイク勢には高速でゆっくり休む術がないので、この設備は非常にありがたい。関東圏にもあるのかもしれませんが、見たことないので羨ましい限りです。ちなみにお昼ご飯はこのサービスエリアで、近江牛を使った卵とじご飯をいただきました。現在の時刻はすでに12時過ぎ、姫路城の到着予想が15時頃ですが、姫路城に入場できるのが16時までのようで、やや焦り始めます。なんとか遅くならずに到着できました。こちらの駐車場、姫路城へ近くカメラもあるのでおすすめです。バイクで走っていた時もちらっと見えていましたが、想像していたよりずっと高くそびえていて驚きです。上り下りする階段がおじいちゃんの家くらい急で、高齢者や海外の方は結構苦労していました。この階段を当時の偉いお殿様もエッチが登っていたと思うと、ちょっと面白かったです。さて、今日はあと、快活クラブに泊まるのみです。普通なら姫路の街を散策したり、有名な食事どころに行くと思うのですが、そこは気張らずゆるくがモットーなので、早いですが快活クラブで休むことにします。そして途中外出し、スーパーで食料を買い付け、意外とスーパーにも地元の食材とか置いてあるので、それを食らうのも貴重なんじゃないかと思いましたが、調理不要で姫路産というのは特にありませんでした。代わりに姫路の会社が加工した刺身と明石焼きが有名な地域で買った普通のたこ焼きで晩酌します。まだ17時頃、明日の出発までかなりあるのでお酒もいただきます。おはようございます。本日は岡山県を回り、余裕があれば瀬戸大橋を渡って四国に突入したいと思います。ちなみに今回の快活クラブは15時間個室に滞在し、4100円でした。まず向かうのは岡山ブルーライン、ツーリングルートとして有名なようです。1時間ほど高速を走り、岡山ブルーラインに。
岡山ブルーラインを画像検索すると出てくる象徴的な橋があるのですが、姫路方向から行くとかなり序盤にあります。こちらがその橋。左右に開けた海にカキいかだが大量に浮かんでおり、すごい光景です。橋自体は短く、あっという間に通過してしまいました。僕はとっさに寄れなかったのですが、橋の終わりに駐車場があるので、橋をじっくり見たい人はそこに泊まることをお勧めします。ブルーライン自体はこの先も続きますが、この橋以外は峠道でした。ツーリングに来ているバイカーがかなり多かったのですが、印象的だったのはめちゃくちゃ野営していただいたことです。関東でももちろん野営はありますが、たまにしか見かけません。僕は陰キャなので自分からなかなかできないのですが、素直に楽しい気持ちになりました。ありがとうございます。次に目指すのは岡山城。まさかの連日城巡りとなります。岡山城にはバイク駐車場が自前で用意されていて、無料で止められました。場所は南側の林原美術館との間あたりです。岡山城は知人のおすすめで訪ねたのですが、姫路城とはがらりと趣向が異なり面白かったです。姫路城は純粋に保存された城の見学に特化しており、資料もありましたが控えめという印象。一方こちらは当時の資料が大量に展示されており、実際の日本刀や鎧もたくさん飾ってありました。プロジェクターで解説や重さを再現した火縄銃などもあり、全体的に最新の資料館といった趣です。次は倉敷美観地区へ。うまく表現できないですが、やはり埼玉とは街の雰囲気が違い、それを感じながら走るだけで楽しいです。街中を白鳥だかアヒルだかサギだかの謎の白い鳥がたまに飛んでるのも印象的でした。美観地区周辺のバイク駐車場についてですが、おそらく皆さんネットで調べると、倉敷市中央北自動二輪車駐車場が候補に上がると思います。しかし止められる台数はかなり少なめです。僕も行った時満車で、横に無断駐車が数台あるほどでした。他に調べてなかったのでちょっと焦りましたが、良さげなところを発見できたので紹介しておきます。倉敷市営アチテラス駐車場という場所で、美観地区からは少し離れますが徒歩5分程度。土曜の12時でしたが、僕以外1台も止まっておらず、穴場っぽいです。美観地区は江戸の建築群や川一帯が保存されている場所で、埼玉の川越にも小江戸と呼ばれる地区がありますが、こちらは大正や昭和初期の建造物、資料館や美術館もたくさんあり、面積がかなり広いです。せっかくなので美術館に寄るべきか、時間の兼ね合いでかなり葛藤。しかし冷静に考えたら別に、美術館そんなに興味なかったです。お昼ご飯はここで倉敷ラーメンをいただきました。ご当地ラーメンってお店に入るハードルが低く、値段も手頃で本当にありがたいです。そしてまだ時間も余裕がありそうなので、岡山県出身の知人がキッズの時によく行っていたというカブトガニ博物館を訪問します。この博物館、
手前の公園に恐竜の像が立っていて、それがキッズに人気ということです。今日中に瀬戸大橋を渡る予定なので、ルート的には後で戻る形になります。聞いていた通り、巨大な恐竜像が迫力があって、大人の僕でもテンション上がります。こんなの近所にあったら、そりゃ通いますわ。後日知人に話したところ、どうやら20年以上何も変わっていないようで、キッズの頃の思い出施設がそのままというのは、いいですね。僕の思い出の地は大体消滅しているので、羨ましいです。時刻は午後4時過ぎ。次はいよいよ瀬戸大橋を渡り、香川県に入ります。ところでなぜ、最終目的地が山口県なのに四国に渡るのかというと、やはりツーリングとして楽しむために、楽しそうな道を組み込んだ結果、ということになります。四国へ行くのは人生で初めてで、どんな景色が待っているのか、流行る気持ちを抑えられません。できれば暗くならないうちに橋を渡りたいところですが、かなりギリになりそうです。瀬戸大橋がいつ姿を現すのかと、そわそわしながら走ること1時間。曲がるたび、いよいよかと身構えるも、まだ、ということを繰り返していました。そして、待望の瀬戸大橋へ。どこまでも続く巨大な橋、小さな島が点在する瀬戸内海の景色が本当にすごい。どんどん近づいてくる四国への期待も相まって、胸がいっぱいになります。どうしても橋を横から見たくて、途中の吉間パーキングエリアへ。ちょうど黄昏時で街の明かりもつき始め、その雰囲気がまたたまらなく良い感じ。ついに四国上陸。冷静に考えればそんなに違いはないのでしょうが、なんか道とか車とか全般違うような感じがします。本日は丸亀市の快活クラブに泊まる予定ですが、実はまだ行きたいところがあります。四国はいずれ四国だけの一周ツーリングをやりたいので、
今回はちゃんと巡る予定はないのですが、せっかくなので四国最北端の地を訪れたいと思います。やっぱりバイカーとしてはその地の先っちょには訪れずにいられません。途中コンビニで休憩しましたが、さすがうどん県。市街地でもうどんの主張がすごいです。四国最北端の地、武井岬に到着。もちろん全く何も見えませんが、しかし満足です。調べたところ、高松駅近くに8時までやっているメリケン屋という讃岐うどんの店があったので、本日はそこで夕食にします。こちらはキャッスルプロムナード二輪車駐輪場という場所で、中型でも無料で止められるようです。高松駅に近いのですが、手前に小豆島などへ向かう高速船乗り場があり、ご家族などが見送りをしていて新鮮な光景です。高松駅もすごく綺麗で大きく、駅前は都会で驚きました。こちらがメリケン屋の肉うどん。並で結構量がありましたが、肉も汁も美味しく、飽きずに完食。長かった3日目もこれで終了。高松は発展しているとはいえ、やはり人は少ないのか、8時頃ですが閑散としています。僕の住んでる場所もそんな都会じゃないですが、やたらと人は多いので、そんな部分からも遠くへ来たことを実感し、少しだけ郷愁の念に駆られます。まだまだツーリング自体は続きますが、帰りたくなるような気持ちも大事ですよね。そもそも今回のツーリング、動機となったエヴァンゲリオンというシリーズについてですが、旧アニメ版は世代ではありませんが、もちろん好きで、それ以上に個人的には新劇場版に思い入れがありました。特に新エヴァについては、好きという以上に勇気をもらった作品で、いつかは宇部新川駅を訪れたいと思っていました。それがもうすぐ叶うというのは期待もありますが、一つ区切りがつきそうで、ちょっと不安もあります。全体のツーリング自体は距離の割に緩く観光メインみたいな感じですが、ここからも変わらずそんなノリで楽しめたらと思います。この日はまた個室の空きがなく、普通のブースで仮眠を取ることに、懸念した通りしっかり休めてるとは言えない状況で、しかも明日は一日雨の予報。どうなるのか予想もつきませんが、とにもかくにも屋根のある場所で寝れることに感謝して、おやすみなさい。